ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、日本ボブスレー連盟がやらかしてしまったとんでもない失態の話題についてよ。現在、オリンピック開幕直前にして、とある理由で、選手の出場が絶望的になってしまって、大炎上しているの。オリンピックってもう来月やろ？なんでそれ、穏やかじゃないね。まさか、ドーピングとか犯罪とか、そういうヤバい系？もっとある意味で、ヤバい理由なの。なんとね、連盟がルールの解釈を間違えていたせいで、選手が出られなくなったのよ。今日は、連盟の信じられないミス、そして選手の無念について徹底的に解説していくよ。はぁ？ルールの解釈ミス？そんなアホな話ある？子供の使いじゃあるまいし、バリ腹立つ予感がするばい。詳しく教えて。まず、事の発端は、今月13日、日本ボブスレーリュージュスケルトン連盟の競技委員会が、緊急の発表をしたの。来月開幕するミラノコルティナオリンピックのボブスレー競技男子2人乗りに、日本代表が出場できなくなったっていう発表だったの。13日って、昨日やん。しかも、開幕目前のこの時期に出られませんって。選手はずっと練習してきたとやろ？かわいそうすぎるっちゃけど。そうなの。連盟が出したプレスリリースのタイトルが、ボブスレー競技の遠征計画の不備についてお詫びっていうものだったんだけど、この中身が衝撃的だったのよ。遠征計画の不備？計画も立てきらんかったと？どういうこと？ IBSF 国際連盟の予選システム、つまりクオリファイドシステムっていうのがあるんだけど、今回のオリンピックから新しい方式が採用されていたの。男子2人乗りに出場するためには、2人乗りだけじゃなくて、男子4人乗りの試合にも出場して、その両方のポイントを合わせたコンバインドポイントを獲得しないといけなかったの。なるほどね。2人乗りの大会に出るだけじゃダメで、4人乗りもセットで出らんとポイントにならんってことね。新しいルールになっとったわけや。そう。でもね、日本の連盟は競技委員会において条件の解釈を誤り、男子4人乗りを含めた遠征計画を実施しませんでしたって発表したの。つまり、2人乗りだけでいいと勘違いして4人乗りの遠征に行かなかったのよ。はぁ？何言いよると？バカなん？新しいルールになったなら、一番最初に確認するとが当たり前やろ。仕事なめとると？その通りだね。連盟は、従いまして、男子2人乗りのオリンピックの出場ができなくなりましたと結論付けているわ。そして、前提条件を満たさない遠征計画にご参加いただき、ここまでのチャレンジに心血を注いでくださった選手の方々に深くお詫びを申し上げますと謝罪したの。お詫びで済む問題やなかろうもん。心血注いだ選手の時間と努力は戻ってこんのよ。選手の人生狂わせといてごめんで終わりとかふざくんなって話したい。本当にその通りね。この日、連盟は午後3時から都内で緊急の記者説明会を開いたんだけど、そこでの言い訳もまたすごいのよ。担当者が優秀なパイロットだった。遠征計画で全幅の信頼を置いていた。変わっていないという認識をしていたで経緯を語っているの。出た、担当者のせい。しかも優秀なパイロットだったから信頼してた。で、パイロットの腕と事務能力は別やろもん。組織としてダブルチェックもせんかったと？危機管理能力ゼロやん。連盟によると、当該の選手については、ミーティングで意気消沈している状況だったと心苦しそうに話していたそうよ。当たり前やん。オリンピック目指して命削ってやってきたのに、大人の不手際で、はい無理でしたって言われたら、誰だって絶望する草。心が折れるどころの話やないよ。この事態には JOC 日本オリンピック委員会も黙っていなかったわ。強化本部長で柔道男子100キロ級のシドニーオリンピック金メダリスト井上康生さんもコメントを出しているの。井上康生さん。なんて言いよると？ガツンと言ってやったがいいよ。遠征計画の不備によりミラノコルティナ2026冬季大会への出場が叶わないことについて大変遺憾に思いますってコメントしているわ。そしてアスリートや関係者への丁寧なフォローアップと再発防止に向けた対策の立案を指示したそうよ。遺憾に思う。まあ、偉い人やけん、言葉は選ぶやろうけど、内心は何しようとか貴様らってブチ切れとるやろうね。再発防止って言っても、今回のがお粗末すぎて。今回の失態で、ボブスレー日本代表は大きな痛手を負ったことになるの。実はね、2018年のピョンチャンオリンピック、2022年の北京オリンピックに続いて、これで3大会連続でオリンピックに出場できないことになってしまったの。そんなに出てなかったと？昔はもっと出てたイメージあるけど。
そうね、1972年の札幌オリンピックから2014年のソチオリンピックまでは、なんと14大会連続で出場していたのよ。過去最高は72年札幌オリンピックでの4人乗りの12位で、ここ最近は出場権すら逃していて、今回こそは、って時だったのに、14大会連続で出てた伝統ある競技が3回連続で出られんくなって、しかも今回は手続きミスでアウト。落ちるとこまで落ちたって感じやね。情けなか。さて、ここまでの話を聞いてみんなはどう思った？連盟の対応にモヤモヤしている人も多いんじゃないかな。このチャンネルではこんな風に話題のニュースを深掘りしていくから、見逃したくない人は今のうちにチャンネル登録をお願いね。あと、選手の気持ちを思うとやりきれないって思った人は、ぜひグッドボタン、高評価を押して応援してくれると嬉しいな。高評価ボタンぶっ壊れるくらい連打してやるたい。ありがとう、葵。それじゃあ、話を戻すけれど、もう少し詳しく、なぜこんなミスが起きたのかについて見ていくわよ。日本ボブスレーリュージュスケルトン連盟の佐藤慎太郎理事の説明によると、2024年10月21日に新しいルールが施行されていたことを見落としていたというミスになります、とのことなの。去年の10月にはもう決まっとったルールなん？今1月やけん、3ヶ月も何しよったと？誰も気づかんとかありえる？それがね、実は日本側が気づいたのは自分たちでチェックしたからじゃないの。選手が遠征中の今月2日になんと他国からの指摘があって初めて条件を把握したんですって。はぁ？他国の人に教えてもらったと？恥ずかしすぎやろ。お前ら4人乗り出てないけど大丈夫？オリンピック出れんくなるよって言われたってこと？赤っ端もいいと答え。まさにそういうことね。国際連盟からはメールでの通達もあったし、ホームページ上にもちゃんと知らせがあったの。でも、日本の連盟はそれを把握できていなかった。理由は、強化種目を絞るため、ボブスレーに関する活動を休止する期間があり、チェック機能が働かなかった。そうよ。活動休止期間とか知らんがな。メールくらいスマホで見れるやろ。チェック機能が働かなかったやなくて、仕事してませんでした。って言えばよかろうもん。国際大会には、2人乗り、4人乗りと分けた形で実施しました、と明かされているわ。佐藤理事は、ホームページを確認せずに、法連想がないままに見過ごされていたのが経緯になります、って説明して、ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした、と謝罪したの。法連想がないとか、新入社員の研修レベルの話しばい。それがオリンピックかかる大事な連盟で起きるなんて、影響を受けた選手はどうなったと？佐藤理事によると、影響を受けた遠征中の5人の選手には、オンラインミーティングでこの事実が伝えられ、選手たちは意気消沈している状態でした、とのことよ。そして、選手たちは12日に帰国の途に着いたそうよ。オンラインでミスったからオリンピック無理ねって言われて、そのまま帰国させられる選手の気持ち。想像しただけで胸が張り裂けそうばい。言葉も出らんやったろうね。ここで少しボブスレーっていう競技についても説明しておくね。ボブスレーはスイスのアルプス地方で生まれた競技で、最高速度は約150キロにも達することから氷上の F1 って呼ばれているの。150キロ？高速道路より速いっちゃね。生身でそんなスピード出すとかすごすぎる。鋼鉄製で前方にハンドル、後方にブレーキを備えた流線形のソリに乗って氷上コースを滑走するのよ。2人乗りと4人乗りがあって、前方に乗る選手をパイロットまたはドライバー、他の選手をブレーカーと呼ぶの。後ろの人はブレーキかける係なん？そう。スタートは全員でソリを押して加速して素早く乗り込むのが重要なの。ソリと選手の合計体重にも制限があって、2人乗りは 390.5 キロ以下、女子は 330.5 キロ、4人乗りは631キロ以下って決まっているわ。へえ、体重制限もあるんやね。そんな過酷な競技、命がけでやっとる選手たちの夢を奪った罪は重いばい。本当にね。それじゃあ、今回のこのニュースについて、ネット上ではどんな反応があったのか紹介するわね。そりゃ、みんなボロカス言いよるんじゃない？選手の努力を何だと思ってるんだ。連盟幹部は全員辞職すべき。メールも見ない、ホームページも見ない、それで強化費とかもらってるの？税金の無駄遣いもいいとこ。他国に指摘されるまで気づかないとか、日本の恥。組織として終わってる。選手が意気消沈って、そんな言葉で片付けられる問題じゃない。賠償問題レベルでしょ。マイナー競技だからって適当にやってたのがバレバレ。選手が一番かわいそう。ルール変更は半年前から分かってたはず。プロ失格どころか社会人失格とかなり厳しい意見が集まっているわね。
ほら、やっぱり、みんなの言う通りたい。社会人失格って言葉が一番しっくりくるわ。メール見てませんでした。ホームページ見てませんでした。でも、オリンピック行きたかったです。なんて通用するわけなかろうもん。特に他国からの指摘で発覚っていう部分に呆れている人が多かったわね。自分たちで気づけなかったのが、組織としての機能不全を証明しているようなものだから。総体。選手は命がけで滑っとるのに、バックアップする側が足引っ張ってどうすると。もう、二度とこんなことが起きんように、組織を解体して作り直した方がいいっちゃないと？今回の件は、単なるうっかりミスでは済まされない大きな問題よね。選手の選手生命にも関わることだし、今後のボブスレー界の信頼回復には相当な時間がかかりそうね。ほんとそれ。選手のみんなにはどうにか気持ちを立て直してほしいけど、今はそっとしておくしかないんやろうね。連盟の人たちは腹切る覚悟で責任取らないよ。ということで、今日はボブスレー連盟の失態によるオリンピック出場消滅という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？これは許せないとか、選手がかわいそうすぎるとか、今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。